This is Lao Lea Times. I hope I can be an encouragement to you whenever you may need it. May you experience the perfect love and plan of the perfect one. Enjoy. 皆さん、アロハー。はい、ふとした瞬間の励ましになりたいラウレアタイムズです。イエイ、お久しぶりです。前回のですね、4月のホタルくんを迎えての、ラウレアタイムズからもうかれこれもう十何ヶ月は嘘ですね。数ヶ月が経ちました。もう2022年も終わりですけれども、今回も、ラウレアのパーソナリティを伝えます三浦しおりです。よろしくお願いします。そして今日はゲストに、みどりちゃんをお迎えしています。イエイ。よろしくお願いします。ではお名前をお願いします。みどりです。山崎ランサムみどりです。はい、ありがとうございます。みどりちゃんのじゃあ、簡単にちょっと自己紹介なんか、お願いします。なんかお願いします。はい。みどりです。今は大学生でフランス語を専攻して勉強しています。好きなもの？勉強？すごい真面目な学生も学生の正しい正答ですよね。もうそれはね正しい回答。はい。でなんだろう、クリスチャンホーム育ちでお父さんが神学者と牧師をやっていて、お母さんもクリスチャン系の会社で働いてたりとかでずっと愛知県で育ったんですけど、4年前にニューホープ横浜に横浜に引っ越してきてからニューホープ横浜見つけて4年前から、通ってます。はい、ありがとうございます。あれですよね、私のね妹と同じ高校の後輩で、かぶってないけどね。いや本当になんかそんな素敵な、つながりがありつつ、私のバイト先の後輩でもあったというね。いやもう本当に子供たちからも大人気のみどりちゃんなんですけれども、今日はこのみどりちゃんと一緒に、久しぶりのラウレアタイムズをお送りしたいと思います。イエイ。結構ねこのラウレアタイムズすごく久しぶりで本当に申し訳ないなと思いながらも何回かラウレアタイムズ見てますなんて声をいただいたりとかしてまだなのとか最近大丈夫とか心配されちゃってる。心配されちゃってでもすごい本当にちょっと忙しかったりいろいろシーズンが変わったりとかで、これもね皆さんにおいおい私のどんな形でシーズンが変わったかとかっていうのもねお伝えできたらなとも思うんですけれども、こうやってちょっと一段落して皆さんにまたお届けできることを嬉しく思っています。はい、はい、ではですね今日は、もう2022年も残すところあと2週間なんですけれどもう2週間もないかなぐらいな勢いですけれども2022年の恵みをねちょっと皆さんとお話できたらなとみんなで分かち合いたいなというふうに、思っていてどうでしょうか。じゃあ私からいきますね。じゃあ私から、はい、2022年の恵みあれですよね、私ちょっと2022年結構激動ではあったんですけれども、振り返れば一番嬉しかったのは私のおばあちゃんが夏に、イエス様を信じたいとか言ってとかいやもう絶対信じることないなって思ってたこの不信仰な私をお許しくださいって感じなんですけどいや本当にね私のお母さんなんかね正直これっぽっちも祈ってなかったのがいうぐらい、本当にね絶対これイメージできてなかったなっていうぐらいの、おばあちゃんだったんですけれども、教会に誘ったら来てくれて、今年のね春この間2022年の3月頃にコロナになっちゃって、で結構もう本当に死ぬかもみたいな勢いだったんですよ。肺がんをもともと患ってたので、もう風邪ひいても結構やばいっていうぐらいだったのにコロナになって結構もう結構やばいかもって感じだったんですけど、なんとか復活して回復して、
まあでも今までは好き勝手生きてこれたのが、ちょっとまあやっぱり一人じゃなかなか外も出れなくなっちゃって、そんなこんなでちょっと教会おいでよとか言って誘ったら来てくれて、まさかの嬉しいね。ねえ、もう手も足も上げてイエス様信じますって言いますとか言って事前告白でそうなんでね、本当に感謝でしたね。もう本当神様まさかを見せてくれるなって、なんか思わされましたね、2022年。はい。じゃあみどりちゃんどうでした？今年2022年どんな1年でした？どんな一年？まあ2022年の恵み？恵み？でも私もすごい夏のキャンプが、ニューホープジャパンユースのねキャンプが3年ぶりではいはいはいあって、で私は行ったことがなくてずっと、まあ誘われてたことも今まではあったんですけど、あんまりそういうところが得意じゃなくて、逃げてたというか、ことごとく子供の頃からってこと？子供の頃からっていうか、まあ、高校ぐらい、中学生高校生とか、高校ぐらいから、まあだからちょうど日本来たぐらいから、はいはい、なんかあんまりそういう、泊まりとか、イエイイエイワイワイみたいなところはい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 、陰キャだからいや陰キャの髪色ではないのよ今見えないから見えないからね。ね、つい最近まで金髪でしたからね。そうなんですね。金ならまだしも、金じゃない、もはやね。まあ、すごい似合ってたけどね。はい、ありがとうございます。はいはい。でもそれで、私のキャンプにすごいいろんな人に行きなとか言われて、なんていうの、すごいしつこく誘われて、行かないって言ってんのにって思いながらなんかみんなすごいめげずに誘ってくるからみんな根性あるなって思ってでも本当に行くつもりがなかったんですけど、なんかすごい不思議と私の心が変えられていって、でなんか気づいたらなんか申し込みなんかしててキャンセルするつもりだったのに気づいたらなんか当日もう行きの車の中で座ってていや気づかなすぎだろはいはいはい、でもなんかすごくやっぱり自分にとってもチャレンジで、すごく大きな壁だったけど本当に行ってよかったなって思うし、そこですごい神様との個人的な出会いがあって感謝でした。なんかクリスチャンホームだったからさ、なんかそれこそ教会のキャンプとかもいろいろたくさんあったと思うけど、それには全然参加したいとかは、まあ中学生ぐらいとかの時にはまあ全然平気だったけど、なんか高校ですごいひねくれたからなんかあんまり人を信用できなくなったりとか、なるほど、なんかあんまりわちゃわちゃしてるのが苦手だったりとかっていうのがねあったんですね。そうだったんですか。高校時代っていうのは何があったんですか？もうぶっ込みますけどなんか、まあ友達関係がうまくいかなかったんだけど、まあそのすごい陰口を言われてきたりとか、お母さんに一回話したらいじめだよって言われたけど、自分としてはまあなんかちょっと喧嘩してるくらいのつもりだったけどまあ外から見たらいじめだったかみたいな、まあすごいなんていうか陰口を言われてたことをまあみんなの目くばせとか、なんか噂とかで自分はこんなこと言われてるんだっていうのを察しとる毎日で、なんか変に勘がいいから、なんか敏感にこの子も知ってるんだ、この子も知ってるんだ、最近この先輩が冷たいとか、なんかいろいろ気にしちゃうのがあって、天使の顔をした悪魔とか呼ばれてたこともあったらしいっていうのを後から聞いたりとか、そういうのを今までいっぱい聞いてきて、自分の外見にしか価値がないのかなとか、いろいろ思い始めたりとか、でも途中からもうなんか逆に、
慣れちゃって、うんなんか免疫ついちゃったっていうかもう心が麻痺し始めて、はいはい、なんか何言われても別に刺さらないみたいむしろね、な、なって呆れちゃうっていうか、もう笑っちゃうみたいな、はいはい、もうむしろこう言われてるのが自分っていうよりかは、そう言われてる自分をこうすごい客観的に見ちゃってる状態って感じ。そうかもね。でもなんかそういうのを通して自分の言ったこととかやったこととかを変になんて誇張されて、噂とか流されてるから結局は、誰にも心を開かないで、自分の考えてること話さないで、何にも関わらなければ、なんて裏切られることもないし、変に誤解されることもないし、なんか友達は多ければ多いほど裏切られる機会を自ら増やすようなもんだぐらいには思ってて、人間なんぞ信用ならって思ってたんだ。口癖だった。へえ。別に誰も信じたいとも思わなかったし、まあ一人がいいと思って。まあでもそうだよね、なんかその友達とかからなんか攻撃的なことを受けたら誰でも嫌だもんね。でもなんか自殺したいとは思わなくて別に、消えたいと思ってたの。自殺しても自分の体は残るし、なんかすごいこれさ入れても入れなくてもいいんだけど、自殺しても自分の体が残るから、そのなんかさ自殺した後のさ遺体のさなんか中のもの出したりとかさ、なんかそういうのあるじゃん、なんかそれやられたくないなとか冷静に考えてる死体解剖をすごく冷静に考えてるあとなんか、女の人が亡くなると棺桶に寝かせてお葬式の時にお化粧するじゃんみたいに、私自分以外の人に自分の顔化粧してほしくないからそれも嫌だなと思ってそれで自殺は別にいいやみたいな。それが理由メインではないけど、でも結局私が生きてた痕跡が残るのがいいよね、誰かの記憶に残るのもそう記憶にも嫌だし、もうなんか逆に自殺したら自殺した子っていうネガティブな印象でなんかより鮮明にみんなの印象に残るから、なんであいつらのために私がそんな覚えられ方をしてこの世を去らなきゃいけないんだみたいに思うと別に自殺する気にはならなかった、でも周りの人の私に関する記憶も私のなんていうの部屋のものとかも、体も全部なんていうの跡形もなく消えることができたらいいのに、なんかたまに映画であるじゃん、なんかそれができたらいいのになって思って毎日夜一人で泣いてたそれが高校時代。そっかそっかね、すごくネガティブな考え方が癖になり始めた時期かな。自分の中でこう消えたいっていう思いがさ高校時代の時からはすごくあって、でそこのこう自分の内面的なところの価値観とその周りが求めてる外見のそこのギャップとかっていうのに対して、高校時代の時とこう今とどう変わったの？今本当に今現在の時点で言うと自分で自分のことが嫌いではなくなった、高校の時は周りの人になんかああだこうだ言われてるのが、まあかなり誇張されてたりとか、歪められてたりしてたにしても 100% 嘘ではなくて、なんか確かにちょっとあの子と喧嘩したところが発端だったし、なんかその時になんでもうちょいきつくない言い方とかすればよかったかもしれないとか全部自分のせいだ、自分で責任を取ろうとしちゃってたんだよね。だからすごい結局自分がひどい人間だから、こういうこと言われてるんだみたいな、だけどなんかまあ必要以上に言われてることは分かってるけど、でもまあ少なからず自分にも少しは原因があるみたいなのはずっと思ってて、だけどそれですごい自分が嫌いに自分の嫌なところに目を向けちゃうのが習慣になっちゃって、ですごく自分が
自分のことも嫌いだし、うん自己嫌悪がすごく悪化してて、うんで周りからの愛もうん受け取れない、うんうん教会の子たちとかうに、んなんか愛されてるよとかうんうん言われても、もうなんか挨拶はいはいはいにしか感じられない、なんか何も響かないし、うん多分クリスチャンホームで生まれた時から聞きすぎてるから、なんか何も考えないで、うんなんか流せちゃうだよね。だし、これのどこがいいとでも思ってそんなこと言ってるんだって思っちゃったりとかしてて、でまあもちろん神様からの愛も受け取れるわけないから、そんな状態で自分も嫌いだしっていうのが高校の時で、神は愛ですとかも知ってたし、神様がなんて言うんだろう、私の目にはあなたは高価で尊いとか知っててもどれも実感できなかったんだよね。自分のこととして受け取れなかったっていう感じ、そうだね。だけどすごいそのコロナの間、私結構家に引きこもってたんだけど、コロナが落ち着いてきてまた教会来るようになってから、すごく神様の愛を人との交わりを通して感じていけるようになって、一回すごい神様わーって思ったのが、去年の11月、ちょうど1年ぐらい前なんだけど、礼拝後になんかシェアしようみたいになって、でなんか自分のことも愛せないし、神様の愛も周りの人の愛も受け取れないのがなんか最近悩みなんだよねっていう話をして、もうそれも去年でもそうだったんだ。もうずっとそうだけど、マシなのはなんていうの、少しでも明るい方向に進もうと。なるほどね。教会にはつながってよみたいな、もうちょい。そう、それもそうだし、なんか本当に高校の時はもう自分の見える世界が真っ暗だったんだけど、それが心地よかったの。闇がね。そうだから携帯のさダークモードとかあるじゃん、全部あれ真っ黒にしてでホーム画面とかもなんか暗い紫色のものだったりとか、そうだったんだ。そうなんか明るいものを見るのが嫌いだった。そうなの。だから服とかも黒とかだったし、ネイルとか塗る時も黒か暗い赤、どっちかでもネイルは塗るんだよ。そうはいみたいなのだったのが、まあ光の方に歩もう、徐々に愛を受け取りたいっていう思いがあるだけマシというか、その愛を受け取りたいなってこうさ、こう闇が大好きだった緑から光に行きたいなって思うきっかけみたいのはあったの？なんかそれは結構やっぱりその教会につながるのは結構大きかったりした？そうだね。なんか多分コロナで一回その学校の子たちからなんか常に受け取ってたから、亡くなって、そのコロナでね、そうコロナでそう学校行かないから、今あの子とあの子が私見た後目配せしたとか考えすぎなんだけど、私がそもそもなんかそういうのが受け取るものがなくて、溜まってたものを消化する時間があったっていうのも大きかったし、そのコロナが明けてからちょうど高校卒業する前ぐらいにまたまあ別にコロナ収まってなかったけど、その時点でも教会にちゃんと通い始めた、ちょっとずつだね。何も大きなきっかけはなかったけど、ちょっとずつ変えられていったかな。一回なんか覚えてるのが、去年の5月にその教会の子がなんか過去の話をしてくれて、その子になんかこういうことやっちゃったことがあってみたいな。でその子がなんか緑だから信頼してるからこれ言えるんだっていうのを言ってくれた時にすんごい罪悪感があって、私この子に対して今同じこと言えないって思って、その子が信頼できないわけじゃないけど人間が信頼できないから、申し訳ないって思って信頼してもらってるのに、だけどなんか信頼できるようになりたいって、その時点で思い始めてた。
なるほどね。し、それまではさ、人間なんぞ信用なら信用するに値しないと思ってたから、でもちょっとずつ人を信用できるようになりたいって思ったり、愛を受け取れるようになりたい、どうせ自分なんてダメだって思うんじゃなくて、多分どっかしら価値はあるんだろうけどわかんないから、いや知りたいけどなあみたいなのに変わってった。それでその11月のそう戻ってきて戻ってきました、はい、そうシェアして祈ってもらったの。礼拝後にね、そう、愛を受け取れるように、なれるように。まあなんかよくある場面じゃんよくある場面じゃんっていうかさ、よくある場面なんだ。リクエストを言って、そう祈ってもらって、っていうのがまああって、別に自分にとってはそれがすごく特別にすごいそこで聖霊様に触れられたとかは別に何も感じなかったんだけど、その日に湘南礼拝がまだそのホープスタジオからのライブストリーミングを一緒に見ようみたいなのでやってた時期、でニューホープ横浜のサテライトチャーチの湘南のキャンパスでね。そうでだけどマイムのみんながそこにいて、ダンスチームのね、そうダンスチームのみんながそこにいて練習しようっていう話になってたから、終わってすぐ藤沢に向かって着いたらなんか話してて、一人の子が今日礼拝終わってみんなで祈ってる時に神様に今日緑に大好きだよって伝えてあげてってなんか言われた気がしたんだよねって言われて、みたいなあれみたいな。で礼拝後祈ってた時私ホップスタジオでなんかちょうど愛受け取れないみたいな話してたよなと思って、いやこれが偶然なわけないじゃんって思って、すごい神様は私に愛を伝えようとしてくれてるんだなって思って、受け取れない私がなんて悪いとか努力不足とかじゃないけど、本当に少しずつ私が愛を受け取れるように待っててくださる中で、その中でも神様は本当に不思議な形で愛を伝えようとしてくれてるんだなっていうのを思って、神様すげえって思ってそれがすごいよく覚えてる。そうだったんだ、めっちゃ泣いたもんその時まあ完全じゃないにしてもすごい神様愛してくれてんだなっていうのも受け取れたし、いやそこでは受け取れてない受け取れてないけど伝えようとしてくれてるんだっていう時点じらされてるまだ受け取れない。もうステップある。まだある。じゃあ次のステップ次のステップがそれこそキャンプで、今年の夏のキャンプで、その高校時代そういう経験もあって人なんぞ信用ならんと思ってて、だからこうそういうコミュニティとか、その内側を見せることに対して恐れもあったから、それこそ泊まりなんかもっとこう近くなるような環境の中に緑自身が行くことは結構恐れがあったっていうような状況だったのがこの夏って感じ。そうだね、もう本当に行くつもりなくてキャンプ、なんかいろんな人に去年の冬ぐらいから緑来年キャンプ行ったらいいと思うよみたいな言われて、でもなんかなんていうんだろう、行きたくなかったわけじゃないけど行けないと思ってた自分は。自分の精神的なコンディションが集団生活とか泊まりとかそういうものに関してはそこが私のウィークポイントというか、なんか言ってくれててありがたいけど別に私どうせ行けないから一言聞き流してたっていう、いやどうせ無理だしって思ってて、だけど行けたらいいのになって漠然と思ってたんだよね。でも面白いのが私3月4月ぐらいかなにその実行委員やってる友達にキャンプの日程をたまたま早めにちょっと教えてもらって、その時点で私3日間カレンダーにキャンプってハートまでつけてちゃんと3日間入れてたの行けるようになったら行けたらいいなぐらいのつもりで、でも、それでも行けないってずっと矛盾が生じてるそう思ってたんだけど、でも6月ぐらいに一回オンライン礼拝に
にオンライン礼拝の日にそのハウスチャーチをうん教会の人たちの家でやってて、ここに来てくれたんだよね。そうイエスハウスでやってたんですけど、うんキャンプのファンドレイズをしようっていう話になって、で周りの子もそれこそしおりちゃんも副実行委員長だったし、うんキャビンリーダーやってる子とかももうそこにいた半分ぐらいが実行委員だったんじゃないっていうぐらい結構関わってる子が多くて、でまあ私も結構みんなとその時点では仲良かったから、なんかみんながすごい祈ってるのとか知ってたし、だから私も手伝いたいなって思ってうんうんうん行けないからけどそう行けないけどっていうか行け行けないから私は行きたいけど行けないからせめて手伝いたいうんうんうんって思ってたの、私は。うんうんうんだから手伝いたいって言ったら「緑来るの?」って言われて「みたいな「なんでそうなるの?」なんで別に行かないけどって思って「いや行かないけどなんか準備段階でなら手伝いたいよ」って言ったら「いや手伝いたいなら申し込め」とか言われてそれが一番のお手伝いだよってそうね。そうそう言われてなんかみたいなうん思ってたんだけど、うんでもなんかすごいなんか周りの子たちもなんかそのキャンプがいいみたいな話とかするしまあ申し込むだけ申し込んでみてキャンセルすればいいやと思ったの、はいはいはい。なんかギリギリで。そう申し込みをしたのそこで、うんうんでそこにいた実行委員の人たちとかができるところはサポートするよって言われて、うんうんでまあぐらいなつもりなんだけどでもなんか本当にその時点ではキャンプが何かも分かんないから行ったことないから、うんうんうんニホプのにはね、だからなんかあんまりイメージもつかなかったし、すごく私にとっては大きな壁だから、なんていうの本当に行きたくないじゃなくて行けないってずっと思ってた場所だった、うんうんけど私が行けないって思ってる者たちに対しての不安とか恐れとかを一回無視してでも行ってみる価値がありそうな気がしたんはい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 。だよね。なんか神様が本当にみんながこうやって祈ってて証とかで聞くようにすごく大胆に力強くそこで働いてくださるなら行ってみるだけの価値はあるかもしれないくらいに思ってて、でもそれでまあ結局行ったんだよね、うんうんうん。行ったんだけどもう本当に直前までなんかドタキャンってダメかなとか本当に前日とかも思ってたから、うんうんうん。本当に気づいたらいた本当に気づいたら車に乗ってたと。うん行きの車にね。そうだけどもう着いてからも初日の礼拝前にもう泣くぐらい、うん。もうストレスでしかない環境だあ、し、ストレスでね、触れられたわけじゃなくて。そうそうそうストレスでね。そううん。もうなんか周りみんな陽キャっぽいしなんか他の教会の子たちとか全然知らないし、誰よりも髪の毛の色陽キャだったけどね。なんか初対面の人いっぱいいるの苦手だから、なんかでもなんかノンクリスチャンの子とかもいるから、うん。その子たちには楽しんでもらわなきゃ、私が楽しくなくてもその子たちには楽しんでもらわなきゃって思って頑張ったりとかしてて、うんでも結局それがストレスで泣いちゃったりとかしたんだけど、うんうんでもその初日の礼拝が終わった後になんかお風呂上がった後とかに廊下バルコニーなんていうの、ベランダ廊下。廊下でそのニューホップ横浜の仲いい子たちにすごいいっぱいすれ違って、うん。でみんなよく来たねって言ってハグしてくれて、私本当によく行ったと思う今でも本当にいや本当によく行ったと思うよく行ったよ。すごい自分にとってチャレンジだったから、うんうんまあそれ聞くだけで泣いちゃう、はいはいはい毎回。でもそこでみんなのよく来たねっていうのを聞きながら、ここまで私に来てほしいと思って、キャンプにいる子たちもそうだしキャンプにいない人たちも私がキャンプに行けるように祈ってくれたりとか、でなんか実際に部屋のこととかも調整してもらったりとか、口先だけで気にかけてくれてるんじゃなくて実際にそうやって行動を通して配慮を、具体的にそうね。見ることができたし、
なんかこんなにもしてもらって愛されてないだなんて言えないなって思って、否定できない愛だったっていうか、初めて今まで本当に何百回とかじゃなくて何千回も愛されてるんだよとか神様は緑のこと愛してるんだよって言われてもなんかそう流してきたからね。そう、つもりでいた言葉がなんか初めてこういうことかって理解ができた、へー、すごい愛ってこういうものなんだっていう感じで実感できた、でもなんかそれがすごい受け取れる最終的なきっかけ、だったんだけど、その前でもなんか準備段階だったっていうか、思い返してみれば今年に入ってからあんまり自分は最低な人間だって言って悩むのが、今まではすごい日常の一部だったの本当に、だけどなんかホーム画面も黒だったしね。そうそうそうだけどなんか最近はホーム画面も明るいし、本当だ白いドレスで、携帯ももうダークモードじゃなくて白いモードだしちょっとずつ本当にねちょっとしたことなの、ちょっとしたことなんだけど、そういえば私あんまりそういう考え方を今年に入ってからしてた覚えがないなとか、すごい神様が私の心がね凍ってるとすると、一気に炎を持ってきてバンって全部解放してくれることもできると思うんだけど、それを手に取って神様太陽あるのかわかんないけど、手のぬくもりでね、でなんか少しずつ私がびっくりしないように、優しく溶かしてくれた感じ。なるほどね。いやわかりやすい、今話してて初めて思いついた本当にそうだと思う。頭では神様のことずっと分かってたけど、聖書の話とかもさいっぱい知ってたけど心で実感したことはなかったから、もし私がムスリムの家庭に生まれてたら多分イスラム教信じてたし、なんか何が他の宗教と違って私の周りの大人はこっちが本物だって言い張るんだろう、ずっと頭で論理的に考えて納得できなかったんだけど、去年はキャンプですごく心に触れられてるのを感じて、なんて理解を超えた愛ってよく言われるけど、本当にその通りだと思うし、頭で理解 しようとするんじゃなくて、本当に心で霊によって信仰によって信じることで本当に神様を受け入れることができて出会うことができるんだなっていうのを体験できたのが今年のキャンプ。なるほど、じゃあもう今そのライトモードになって高校時代のアイデンティティとかで悩んでたけど、今緑にある自分はこういうものだっていうそのアイデンティティってどんな感じ？自分が自分をどう見てるかっていうよりは自分が世界をどう見てるかっていう話になっちゃうんだけど、高校の時は本当に真っ暗だった。なんて考えてる時の世界が、思い描く世界が真っ暗だったのが、今は未来のこととかさ、将来どういう仕事するんだろうとか、どういうミニストリーするんだろうとか考えた時に何もわからないのは同じなんだけど、真っ白なの、それがすごい大きな変化、私を通して私がもがく姿を見て、でもその中でもちょっとずつ成長する姿を見て、神様優しいなって思うとか、緑見てるとなんか人の心の美しさは神様から来るんだなって思うとか、言ってもらえることとかがたまにあって、なんか私が何かしたわけじゃないけど、私が生きていることでそこ、私のなんて言うんだろう、通ってる場所を見る人たちが、そこで神様の光を見ることができるのは、すごく祝福だなって思うし、なんていうの、自分を褒められるよりも、
自分の人生を通してなんかみどりちゃん見てると神様がすごいってわかるっていう、私を褒められるんじゃなくて私を見て神様が見える、私を見て私がもがいてるのを見て私が苦しんでるところを見てでも神様はこの子と一緒にいるっていうのを周りの人たちがそうやって見てくれるのがすごい、自分がそうやって頑張ってたわけじゃなくても、なんていうの、私の人生が神様に栄光を返すものになってるのが、本当はそれをねなんか神様に栄光を返そうと頑張るっていうか、なんかそのつもりで生きるのが一番いいんだろうけど、なんかそう思ってなくてもそうなってるのがすごいっていうかだなって思うよね。ね、本当だね。なんか私が今年1年ちょうど始める時、1月3日だったんだけど、その1月1日と2日はどうしたなんか1月3日のデボーションですごい語られて、そういうことね。3日からスタートしたわけではなくてちゃんと1日からスタートしたけどねちょうど年始だったっていうことを言いたかった、そうごめん今年の年始にデボーションで詩編の23の6をすごい語られて、誠に私の命の日の限りあなたの慈しみと恵みが私を追ってきますっていうのが、後ろから追いかけてくるものってさ、自分が前向いて歩いてると気づかないし、なんか前が闇ばっかりに見えることもある、けど本当に今回のキャンプで一回追いついたっていうか追いつかれちゃったそう追いつかれちゃったでもなんか本当にそれが今年のね1月の時点ではそれは分からなかったんだけど、今神様の良さが見えないからといって神様が良い方じゃないわけじゃないし、絶対後からあれは恵みだったんだって分かったりとか、後から暗かったシーズンも見て、でもその中にも神様が共にいた、たとえ死の影の谷を歩く時にもあなたが共にいてくださるっていうのがなんかアーメンって思って、すごいそれが語られたのがすごい私の今年のテーマ聖句みたいな感じなんだけど、見えないとなんか見えたら信じやすい、でも見えなくても信じられなくても本当にちょっとずつちょっとずつ大きな奇跡を、起こす力もある方なんだけど、小さな奇跡をいっぱい起こすんだよね、っていうのをすごい今年思って、私がキャンプって聞いて行けないけど行きたいって思ってた、その思いもまず奇跡だと思う、し実際にカレンダーに入れた時とかハートつけちゃってそうハートつけちゃったりとか誘われた時に、行きなよって強引に言われた時に、後でキャンセルしようって思いつつ申し込みしたとかなんか全部ちょっとした奇跡の連続だったと思うし、キャンプで終わりじゃなくて今もそうだと思う。変化が本当にちょっとずつだったから振り返ってみないとわからない変化だった、けどだからなんか解決してないようにずっと思ってたけど、でもなんていうの、ちょっとずつ前には進んでたし、神様は確実に私の祈り、あなたの愛を見せてくださいってすごい祈ってたんだけど、それ聞いてくださったなって思う。本当に神様が今感じられない人とか、なんでこんな暗いところ通っててなかなか解決しないんだろうとか、祈っててもそのなんていうの、即効的な解決が与えられない時にも、本当に神様は無視してるわけじゃないなって思うし、それぞれのシーズンとかタイミングとかも神様が全部用意してくれてるし、すごい私よりも苦しいところ通ってる人たちもいっぱいいるだろうから、そんなここでいじめられたぐらいでみたいな、なんか思う人もいるかもしれないし、その人がどんなところ通ってるかわかんないから、私にはそれをそんなこと言わなくてもいいじゃんとか言うつもりもない、けどどんなところを通ってても神様は一緒にいる、
目に見える形で働いてなくても絶対にあなたの心を包んでてくださって、うん一緒に歩いててくれるうんうんって思います。まあ、このクリスマスの季節やっぱり世の中的にはすごいね孤独を感じやすいシーズンだったりうんね、こう周りがカップルいっぱいとか友達と一緒に歩いてキラキラしてるのに私はこんなにバイトしてるとかね、なんかそういうとこ周りとのギャップの中で周りと比べて孤独に感じる人もいるかもしれないし、緑みたいにもしかしたらこう本当に友達との関係の中で傷ついてむしろ自分から関係を断ち切って、いやもう私は闇がいいって、闇の方がむしろ居心地がいいって言るかもしれないけど、一人じゃないんだって、なんか本人たちがどれだけ一人になりたくて、一人になりたくて闇の中に行ってるにもかかわらず、そこに確かに光があって、その先必ず光を見るんだっていうのを、なんかすごい緑の証を通して自分自身も励まされたし、ね、もしこのラウレアタイムズを聞いてる人の中ですごく孤独闇の中にむしろ自分から言ってる人がいるかもしれないけど、こう何か一言励ましの言葉あったら、すごく闇の心地よさはわかるんですけどうん私もすごく好きだったっていうか、そこで落ち着いちゃってた時期があったけど、神様はもちろん神様は光であるお方、だしあなたの人生を照らしたいと思ってると思うけど、でも無理にあなたが心地いいと思ってる闇を全部ピカーって一気に真っ白に照らしてくるような強引な方じゃなくて、心の準備ができるまで一緒においでおいでって言って待っててくれる。その待ってる中でも本当にあなたにとってちょうど必要以上の分を神様は常に蓄えてる持っておられる方なんだけど、あなたがびっくりしないぐらいの量の光をちょっとずついろんな人を通してだったり言葉を通してだったり、出来事を通してだったり、そうやって光を差し込んで、あなたの人生を少しずつ明るくしたいって思ってると思うし、闇の心地よさはすごくよくわかるけどでも私が今そこを一回通った上でもっと明るい場所に来てみて思うのは、今が人生で一番幸せだなって。やっぱり今でもちょっと人と会うのが疲れたりとか、一人でいたいって思うことがあったりとか、一人でいることの方が楽だったりとか、人と話すのが苦手だったりとか、また傷つけられたらどうしようとか、もうすごくよくわかるけど、今でも私人間単体は信用ならんと思っててその人との関係の中に神様がいて、神様は信頼できるから、教会がだから私はすごく自分にとっての居場所、神様と人との三角関係があるから、だからそのクリスチャンじゃない人とかで、たまたまこれを聞いてる人とかがもしいて、宗教とか興味ないけど居場所が欲しいなって思うだけでも、本当にあなたの居場所はあるんだよって言いたいし、すごく神様の愛は大きくて諦めない愛、私たちのことを諦めてくれないっていうか、だからどれだけ人に対して失望してても信じてみるに値する愛はあるんだよって知ってほしいですね本当に神様、ちっちゃい奇跡がいっぱいっていう話さっきもしたけど、本当に偶然じゃないと思うから、神様が働かれるのは。多分今これを聞いてくださってる皆さんも本当に軽い気持ちで再生してるかもしれないけど再生ボタンを押したかもしれないけど、なんか
きっとその軽い気持ちだとしてもちょっと聞いてみようって思ったのとかも全部つながってると思うからね、一回光がいいものなんだって、闇の中の方が心地よくてもちょっと光を見てみようかなって思うだけでも、本当にその小さな一歩だけでもぜひぜひ勇気を出してその小さな一歩を踏み出すのの背中を押せたらいいなって思います。いやまさにこのクリスマス、光となって光が人の形になって来てくれたイエス様をね、このクリスマスお祝いするのが、でもはやクリスマスだからこのクリスマスのシーズンに、本当にこの闇の中にいる人、また闇がむしろ心地いいって思う人一人一人、いやもう本当に世界中の一人一人がこの緑が体験した光を、イエス様を体験してほしいなって思いますね。思いますね。本当に一人一人が、これを聞いた一人一人がイエス様っていう光を体験できますようにって祈ってます。はい。今日は緑ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、もしかしたらこの闇が心地いいと思ってる人は今日から待ち受け画面をちょっと白いドレスの画像に変えてライトモードに変えるところからがいいかもしれないとかどうですか、それはまだだいぶステップ後ですか？でもちょっとまだ早いかもしれないけどでもなんかすごいそれができそうな人は結構いいところ来てると思いますネイルの色がちょっとカラーになってきてるのもいい感じですかね。そうですね、白とか水色とかになってくると私は結構そこが境目だったのでネイルの色が気になそうですいや本当に今日はありがとうございました皆さん本当に良いクリスマスを大切な人と過ごしてくださって、何よりこの光を皆さんが体験するクリスマスとなるようにと祈ってます、ではまた来年ですね。来年のラウリアタイムズで会いましょう。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。バイバイ。